映画ベアプラスにようこそ。突然ですけど、最近ちゃんと寝てますか？ネットフリックスのせいで私は寝不足気味です。ということで今回はドハマり確定、ネットフリックスで今絶対に見るべき最新作&隠れた名作7選をお届けします。今まさに話題の最新作からガチ勢絶賛の隠れた神ドラマまで厳選しました。ロマンスにアクション、涙腺崩壊ものまで週末が消える最強のラインナップです。ぜひ次の休みの予定を空けて楽しんでいってください。それでは早速1本目いってみましょう。それでは1本目、ネットフリックス独占配信の最新作ワンダーフールズです。これキャストがとにかく贅沢です。ウヨンウのパク・ウンビンさんと顔面天才のチャームさんが初共演した超能力アクションコメディです。舞台は1999年の世紀末、ある田舎町でちょっとポンコツなはみ出し者たちが突然超能力に目覚めちゃうところから始まります。パク・ウンビンさんは瞬間移動の能力を手に入れたトラブルメーカー、チャウヌさんは少しミステリアスな念力公務員を演じています。かっこいいヒーローかと思いきや、とにかくドタバタでめちゃくちゃ笑えます。後半、街で起きる謎の事件に立ち向かうシリアスな展開へのギャップも最高です。全8話と短めでテンポも抜群。深夜に見始めたら最後絶対に止まらなくなりますよ。評価はご覧の通りです。とにかく配役神度と見やすさ度が満点レベル。美男美女のドタバタ劇に癒されつつ全8話と短めなので一気見に最適です。カンドラ初心者にも間違いなくおすすめできる極上の最新作です。続いて2本目はネットフリックスで配信がスタートしたばかりの最新ヒーリングラブコメ本日も完売しましたです。主演は社内お見合いでおなじみのアン・ヒョソプさんと注目の若手チェ・ウォンビンさん。出す商品全てを完売させる人気通販 MC のヒロインが深刻な不眠症に陥り、看板番組を取り戻すためにある田舎町へ向かうことから物語が始まります。そこで出会ったのがアン・ヒョソプさん演じる秒単位のルーティンを徹底する気難しくも超働き者な謎の青年です。都会のバリキャリ女子と頑固な田舎男子という正反対な2人が昼夜を問わず関わり合う中で眠れぬ夜を共に乗り越えていきます。のどかな農村風景と美味しいご飯に心癒されつつ笑ってキュンとできる、まさに寝不足の夜にぴったりのラブコメです。評価はご覧の通りです。王道ラブコメらしい胸キュン度が満点。不眠症の2人が距離を縮めていくもどかしくも可愛い恋愛模様が最高です。のんびりした田舎の空気感にも癒されるので平日の夜にも見やすいですよ。3本目はネットフリックスで配信されたばかりの超話題作素晴らしき新世界です。主演はザ・グローリーのイムジヨンさんと大注目のホナムジュンさん。悲惨な死を遂げたはずの朝鮮時代の悪女が現代のソウルで無名女優の体に転生してしまうところから始まるはちゃめちゃなタイムスリップラブコメディです。現代文明に戸惑いながらも持ち前のたくましさと足技でなぜか通販番組のモニターとして大活躍していくヒロインの姿がとにかく爆笑ものです。そんな彼女が冷血な財閥御曹司と出会い反発し合いながらも距離を縮めていく予測不能なロマンス展開は見逃せません。笑えてキュンとしてテンポも抜群。深夜にサクサク見進められるラブコメの傑作です。評価はご覧の通り一気見度とドハマり度が満点です。タイムスリップ劇としてのコメディ要素が最高に面白く、主演2人の掛け合いもニヤニヤが止まりません。次の展開が気になって徹夜確実のドラマです。4本目は2019年配信の隠れた名作ラブコメ初恋は初めてなのでです。それぞれ異なる事情を抱えた5人の若者たちがひょんなことから一つの家に同居することから始まる青春シェアハウスストーリーです。主演はジスさん、チェヨンさん、そして今や大スターとなったジニョンさんなどフレッシュな顔ぶれが揃っています。見どころは幼なじみである主人公2人の友達以上恋人未満のもどかしすぎる距離感です。そこに優しくて完璧なイケメンが参戦し胸キュン必至の三角関係へと発展していきます。派手な事件は起きませんが夢や恋に不器用ながらも一生懸命に向き合う若者たちの姿が本当に愛おしく、映像のエモい雰囲気も最高です。1話が短く
実家に帰ったような心地よさで気づけば一気にしてしまう中毒性があります。評価はご覧の通り、胸キュン度と見やすさ度が満点レベルです。若者たちのリアルな恋と友情に心が洗われるような爽やかな感動があります。実家のような安心感でサクサク見られるので、平日の夜更かしに最適ですよ。5本目は2022年配信の隠れた名作ファンタジー「明日」です。主演はロマンスの女王キム・ヒソンさんと今や大人気のローンさん。予期せぬ事故によって半分人間半分霊の存在になってしまった主人公があの世の危機管理チームという死神たちの組織にスカウトされることから物語が始まります。普通の死神は死者を連れていくのが仕事ですが、このチームの任務はなんと自ら命を絶とうとする人々を救うこと。いじめ、就職難、過去のトラウマなど現代社会のリアルな痛みに死神たちが寄り添い、生きる希望を取り戻させていく姿が毎話描かれます。ビジュアルは最高にスタイリッシュですが、中身は超濃厚な人間ドラマ。後半の伏線回収も素晴らしく、あと1話だけと涙が止まらなくなって夜更かししてしまう深い沼作です。評価はご覧の通り、ドハマり度と配役神度が満点レベルです。毎話完結の形式ですが、後半に進むにつれて死神たちの過去が明かされる展開は圧巻。ただ面白いだけでなく、見終わった後に深く心に残る名作です。6本目は2019年配信の隠れた名作ロマンス「ある春の夜に」です。主演はよくおごってくれる綺麗なお姉さんのハンジミンさんとチョン・ヘインさん。30代を迎え、結婚への焦りやマンネリを感じている図書館司書のヒロインがある春の日にシングルファーザーの薬剤師と出会い、静かに恋に落ちていくリアルな大人のロマンスです。派手な事件や激しい悪役は出てきませんが、登場人物たちの繊細な心の動きや社会的な視線に悩む姿がとにかく丁寧に描かれています。ジョン・ヘインさんの優しくも芯のある演技が魅力的で、2人の視線が交わる時のじれったい空気感に胸が締め付けられます。美しい映像と心地いい音楽も素晴らしく、深夜に一人で静かに一気見するのにこれ以上ない傑作です。評価はご覧の通り、大人の恋愛を描いた胸キュン度が満点です。2人のもどかしい距離感に見ているこちらも心がキュンと締め付けられます。おしゃれな映像と音楽に浸りながら夜更かししてじっくり見てほしい一本です。最後の7本目は2020年配信の隠れた名作「ハイバイママ」です。主演は天国の階段のキム・テヒさん。不慮の事故で亡くなり、5年間ゴーストとして愛する家族を見守り続けていた母親のヒロインがある日突然、なぜか49日間限定で生身の人間として生き返ってしまうところから物語が始まります。生き返って大喜びしたのもつかの間、夫にはすでに新しい妻がいて、最愛の娘はその人を母親だと思って育っていました。自分の席がない現実を前に、彼女が下す決断に胸が締め付けられます。一見切ない設定ですが、コミカルで温かい笑いも満載です。何より家族愛や友人との絆が深く描かれていて、毎話のように涙腺が崩壊します。次の話が見たい、でも涙が止まらないとベッドの中で夜通し泣き明かすことになる最高の感動作です。評価はご覧の通り、一気見度とドハマり度が満点です。カンドラファンが一番泣いたと口を揃えるほどの超名作。涙なしには見られないので、翌日の予定が何もない週末にハンカチを準備して一気見してください。気になる作品はありましたか？もしこれ見てガチで徹夜したとか、他にもおすすめの寝不足カンドラあるよという方はぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。皆さんのコメントを参考に私もまたネトフリに夜を捧げたいと思います。この動画が少しでも作品選びの参考になった方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ちょっと待って、次回予告忘れるところでした。次回の動画は6月5日金曜日の夜7時に配信予定です。次もネトフリのカンドラ作品をがっつりお届けするので待っていてくださいね。それでは次の作品でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。いいねとチャンネル登録は忘れずにお願いしますね。これからも応援お願いしますね。次回の動画もお楽しみに。
またお会いしましょう。